はいどうもこんにちは。今回はですね、こちらのチャンネルでご紹介が初となりますスマートウォッチについてお話をしていきたいなと思っております。ガジェット系チャンネルを運営しているのに、今までね、スマートウォッチって使ったことなくてですね、Apple Watch とかも過去検討したことはあったんですけれども、やっぱちょっと高いなと思ってまして、ちゃんと使いこなせる自信がないのに、数万円出して購入するっていうところまでちょっと勇気が出なくてですね。で、安いものとかもね、探してみたんですけれども、デザインがやっぱ気に入らなかったりとかして、結局ね、購入せずに断念してたんですよね。で、そんな中で今回、こちらのフォスメット様からお声掛けいただきまして、ちょっとぜひね、使ってみてくださいという形で、こちらの QS40 をご提供いただけましたので、僭越ながらスマートウォッチデビューさせていただきました。ありがとうございます。とはいえですね、これまでスマートウォッチね、使ってこなかった人間なので、その利便性とかって本当にね、便利なのと、やっぱちょっと懐疑的というか、いやね、やっぱ普通の時計の方が、すぐね、時間確認できるし、自分が使ってるこのセイコーさんの時計とかはですね、ソーラー対応で電池切れとかもないですし、もうこっちの方がいいんじゃないかと思ってる部分若干ありまして、なので提供していただいている手前すごく言いづらいんですけれども、今回もね、忖度なくレビューしていきたいと思っておりますので、もうね、はっきりと言わせていただきます。めちゃくちゃ便利です。はい。いや、これね、みんな使ってる理由分かりましたわ。でね、まだこれ、スマートウォッチ使ったことない人がいたらね、もったいないと思う。はい。もうね、そんなこと言われなくても分かってるよと言われるかもしれないんですけれども、今回はね、スマートウォッチ初心者目線にはなりますので、いろいろと拙い部分あるかとは思うんですけど、こちらね、フォスメットさんの QS40 についてお話をしていきたいと思います。はい、ということで、まず先にですね、こちら、フォスメットさんから出て QS40。特徴をね、お話ししておきますと、デザインがですね、すごく良くてですね、で、機能性も充実していて、めちゃくちゃ安い。コスパがほんとバグってるスマートウォッチになっております。で、デザインはね、もう見ていただいている通りなんですけど、この丸型のシンプルなですね、デザインになっていまして、自分この形がかなり好みなんですよね。もともと使っている時計も似たようなデザインでして、とても気に入っています。で、バンドもですね、これシリコン製のものと、あと金属製のバンドっていうのもね、ちゃんと付属しておりますね。はい。なので、好みに合わせてここ変更することが可能になります。で、それぞれね、付け心地っていうところがやっぱ変わりまして、重量とかも変わるんですけれども、シリコンバンドを装着している場合の重量がだいたい 55g 弱となっていますね。で、金属バンドの方が、こっちがね、60g ぐらい、65g ぐらいありますので、重さはね、だいぶ変わってくるんですけど、金属バンドの方が高級感はありますね。で、シリコンバンドの方は快適さっていうところはよりね、高いのかなと思います。で、背面はこんな感じになっていまして、センサーや、あとね、充電のための端子っていうのも見えていますね。ちゃんとね、技適マークに対応しておりまして、日本での使用も安心して使用することができますね。はい、そしてですね、機能面をお話しする前にですね、価格についてお話ししておくんですけれども、通常価格がですね、約8000円ぐらいで購入できるモデルとなっておりまして、でしかもですね、今回ブラックフライデーセールで今安くなっていますし、で、今回フォスメットさんから発行いただいている割引クーポンがありますので、そちらも併用できるということでしたので、さらに安く手に入れることができる。そんなモデルでございます。全部適用するとですね、なんと6000円台になるので、ほんと破格だと思っております。機能面はね、これから詳しくお話ししていくんですけれども、やっぱね、在庫なくなる前にね、早めにカード入れておいてもらった方がいいんじゃないかなと、勝手に思っています。はい、ということで、ここからはですね、QS40 の機能面についてね、お話をしていきたいと思います。はい、まずですね、画面に関してなんですけれども、1.43 インチの AMOLED というのが採用されておりまして、これね、アクティブマトリックス方式の有機 EL パネルとなっていまして、ほんと有機 EL パネル、すごく綺麗な画面だなと思いました。で、表示できる文字盤っていうのもかなり種類がありまして、この本体にある中だけでもですね、結構な種類があります。で、また別途ですね、スマホアプリからも、専用アプリの方から文字盤の管理っていうところで、こんだけね、文字盤用意されてますので、自分の好みのですね、
文字盤にダウンロードしてインストールすることもできますね。スマホはですね、Android、iPhone どちらにも対応しておりまして、自分は今ね、iPhone に接続して使わせていただいています。はい。でね、この表示に関してなんですけれども、この価格帯としてはですね、珍しく常時表示に対応しておりますので、いちいちね、画面を起動して文字盤などを確認しなくても、簡易的な時計であればですね、いつでも見れることができる。そんな時計になっておりますね。なので、普通の時計と同じような感覚で使用することができまして、これがなかったらですね、ちらっと見たときに、画面が点灯するまでにタイムラグが発生しまして、ちょっと気になっちゃうかなと思っているんですけど、それがないのがね、かなりいいですよね。実際につけてみて、こんな感じで、使ってないときは、この必要なね、情報だけ、時計の情報だけ載せてくれるというものになります。傾けるとこんな感じでね、反応して、画面がつくんですけど、消えてもね、ちゃんと文字盤が残ってくれるっていうね、機能でございます。常時表示の機能がなければ、この何にもない、操作してない時に画面真っ暗になっちゃうんでね、パッと見た時にその真っ黒の画面からこの起動するまでのタイムラグっていうところがね、どうしてもやっぱ気になっちゃうかなと思います。この設定画面の画面表示のところから、ここですね、AOD っていうのがありますので、これをオンにしていただければ常時表示に対応することができます。ただこれね、便利な代わりに消費電力っていうところは上がってしまいますので、バッテリー持ちは少し短くなってしまうんですけれども、バッテリーの消費を抑えるために指定した時間はね、この常時表示をオフにするっていうことも設定できますので、例えば開始時間朝の8時から夜の11時までは常時表示して、それ以外の時間はもうオフにするみたいなね、そんな使い方もできるようになっています。もともとこのバッテリー自体もですね、結構性能が良くてですね、この常時表示オフの際はもう1週間ぐらい、で、オンの場合は2、3日ぐらい持つような形で公式の方には書いてありました。で、ただね、これ自分が使ってみての感想としてはですね、もうちょっとね、長く使えると思ってます。はい。これ今ね、常時表示オフの状態で使ってたんで、今ね、すごく長持ちしてるっていう前提条件はあるんですけど、もうすでにこれ充電せずに1週間以上使ってるんですよね。ほぼほぼつけてるんですけど、お風呂の時とか寝る前に一回ちょっと外しちゃって、ずーっとつけてたわけではないんですけど、それでももう1週間以上経ってまして、でもね、充電してなくても、バッテリー残量がね、まだ 35%、かなり長持ちするバッテリーかなと思っています。正直ね、ここもっと早くなると思っていて、頻繁に充電しなきゃいけないのかなと思っていたんで、これね、すごく意外な結果でした。そして付属している USB の充電ケーブルがですね、このタイプの接続端子になっておりまして、ここのですね、背面の接続端子のところにカチッとマグネットでくっつけるような形でございますね。で、反対側は USB Type-A になっているので、こちらで充電ができるというものになります。で、約2時間でですね、フル充電となるみたいですので、ちょっとした合間に充電しておけばね、問題なく毎日使うことができると思いますし、で、操作感っていうところはね、すごくスムーズでして、ストレスなくですね、本当使えることができてます。タッチ操作もすごくね、レスポンスいいですし、この辺の画面もね、結構ヌルヌル動いてくれるんですよね。で、画面をスワイプすることで各種機能に、ね、アクセスすることができまして、例えば左が各種ショートカットがありますし、あと、下がね、通知機能、お知らせ今ちょっとオフにしちゃってますけど、見れたりとか、あと上がね、各種設定とかで、お休みモードっていうのもあったりしますね。表示させないようにする。あと画面の明るさを切り替えたりとか、設定画面を見たりとかいうのができますし、あと右側がヘルスケア関連の表示ですね。今日どれくらいカロリー消費したかとか、どれくらい歩いたかとか、そういうのがね、見えるようになっていますね。アプリ自体は本当にいろいろありまして、それこそね、カメラのこのリモートシャッターとかね、スマートフォンにアクセスして、こちら側でシャッターを押すことができたりとか、あと、こちらの電卓、もうこの画面上でね、電卓打てるんで、だったりとか、あと懐中電灯っていう形で、この文字盤自体が光ってくれて、簡易的にね、明かりをつけてくれるというものもあったりしますね。なので、スマートウォッチ単体でもかなり便利な機能が多数あります。で、背面にあるこのセンサーをですね、活用した便利な機能っていうのも多数ありまして、
さっき見た、このヘルスケア関連のところにさらに右に行くとですね、こんな感じで心拍数の管理だったりとか、血中酸素の濃度とかなんかも測れたりとか、あとはストレスチェックみたいな形で、ストレス値をですね、こんな感じで数値化して見せてくれる。そんなような機能もあったりしますね。で、この辺のデータは勝手にね、蓄積されていってくれるので、後から見返すと結構面白いというか、結構ね、参考になりますし、心拍数なんかとかはですね、格闘ゲーム中とかに見たりとかしていて、心拍数上がってね、冷静に判断できてないなとかっていうのが分かったら、もうね、切り上げるとかいうのにね、ちょっとした指標にしたりとかもしております。で、自分はですね、通知機能はあんまり使っていないんですけど、で、スマホの通知もね、表示させることが可能でして、スマホアプリの方からどのアプリの通知を出すかっていうのを、ここでね、選択することができますので、好みのものをオンにして、こっち側でもね、通知を確認することができるようになるかと思います。あとですね、スポーツモードっていうものもあるみたいでして、このサイドのボタンから呼び起こすことができるんですけれども、この屋内のね、ランニングだったりとか、サイクリングとかね、運動の種類がね、100種類以上用意されているみたいでして、個人ではなんか使わなさそうなアイコンもいろいろね、用意されている徹底ぶりなんですけど、それぞれね、自分が実施する運動をこういった形でスタートしますと、それぞれね、時間だったりとか、運動量などをね、記録することができるモードですね。屋外のアプリとかだと、スマホの GPS と連携して、位置情報とかも取ることできますので、ルートとかも確認することができますね。で、終了するときは、記録を停止するという感じです。まだまだね、紹介しきれてない機能いっぱいあるんですけど、ここまでの機能が揃っていて、このデザインも良くてですね、すごくいいスマートウォッチがもう6000円台で購入できるっていうのはね、ほんとすごいなと思っております。で、ただね、一応お伝えしておくと、他のですね、高価なスマートウォッチに搭載されている、例えば GPS 機能だったりとか、お財布機能っていうところ、NFC だったりとか、フェリカっていうのは搭載になっておりますので、この時計でね、ピピッと決済とかはできない。そんなモデルになっておりますね。お財布の機能とかが欲しいよといった場合は他のモデルをね、選ぶ必要がありますので、そこだけご注意いただければと思います。でもね、そこについてはもうちょっと本末転倒になっちゃうかもしれないんですけど、タッチ決済はね、もうスマホでできるから、別になくてもいいかなとは個人的には思っています。自分はですね、時計をこの左手につけるタイプなので、駅の改札とかって大体右側じゃないですか。なので、こうやってピピってやるの、ちょっと嫌で、なので、もしこれについてても、お財布機能はそんな使わないんじゃないかなと思ってます。右手で持ってね、ピピッとかざす方が早いんじゃないかなと思いますね。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。今回はですね、コスパがすごすぎるスマートウォッチ、ポスメットさんの QS40 をご紹介させていただきました。最初に言った通りですね、今ブラックフライデーセールで安くなっていて、で、概要欄に記載しているクーポンで併用してかなりですね、お得に購入することができるタイミングですので、まだスマートウォッチ使ったことがない方はですね、ぜひこの機会にチェックしていただければなと思います。こちらのチャンネルではこういったガジェットのご紹介や撮影機材等のご紹介をしているチャンネルでございます。ぜひですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。またコメントなんかもいただけますとすごくモチベーションになりますので、そちらもぜひぜひよろしくお願いいたします。というところで今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。